屈ね。今日のお茶はなかなかいいわね。いつもこのように完璧な香りが出るといいのだけれど、ちょっとした加減で味や香りが全く違ってくるもの。お茶って本当に奥が深いわね。上品な甘さで美味しいこと、とても丁寧に作られているのね。それにしても戦がないととても退屈ね。お茶のおかわりでも入れようかしら。入っていいわ。書状？きっとまた幸福の書状ね。炎章？炎章もとうとう私に降伏するつもりになったのかしら。読む必要はないでしょ。どうせ降伏するにあたっての条件が書いてあるだけだわ。どうせすぐに降伏してくるに決まってるわ。心配性なのね。確かに場外に出れば侮れない敵かもしれないわ。けれどもここは城内。この城が備える幾層もの城壁を破壊することなんて不可能。
今のは何？様子を見に行くわ。一緒に来て。さっきの揺れは一体何だったのかしら。そうね。それにしてもひどいわ。お気に入りのテーブルクロスにお茶をこぼしてしまったもの。そうね。さっきの物音もただの地震だったみたいだし、戻りましょう。何？また地震？一体何なの？なんだかだんだん揺れがひどくなっているような。でも何も怪しいものは見えないわ。これは一体。なんということ！これは一体何？これは。
そうかもしれないわね。わからないわ。兵を集めて警戒して。何をしているの。早くあの工場兵器を取り押さえなさい。分かったわ。私が行く。我が名は炎章本将高孫山八景。もはや優劣は消した。我が軍門に下れ。炎章。ここが不落の高孫山城か。だが今日をもって不落ではなくなるであろう。今日攻め入ることは書状で伝えてあったはずだがな。まさかあの書状。そのまさかだな。本気にしないだろうとは思っていたが、礼儀として送っておいたのだ。全軍突撃。という早く敵兵に対処しなさい。まさか父上も進んでくるなんて。この炎章に不可能などありはしないのだ。素直に負けを認めろ高孫さん。こんなことが。